こうと思います。で、第1回、ポコッとこう広がっていくような指、これをバチューブって言いますね。施設感ってどこだっていうところですけれども、はい。じゃあ次にですね、病態について、ちょっと解説しようと思うんですが、これね、結論はこうだろうっていうところでやっぱり止まってて、一応仮説って言われてます。なので、正直なともう詳しい実際がどうかっていうのは分かっていないっていうことになりますが、説ですね、説と言いますと、これ、これも本当にどこまでそうかなって読みながらやっぱり思っちゃうところもあるんですけども、繊維結合組織が総称で増えますよってことですね。これ、何のこっちゃわからないと思うんですけど、繊維化が進んじゃうんですよね、みたいな。繊維って増えていくみたいな気持ちで言っていただいたらいいのかなと思います。じゃあ繊維ってどっからできるんだよっていうところ、結合組織ってどっからできるんだよっていうところが、実は末梢血管、その爪のあたりの末梢、毛細血管の中に、血小板、あるいは血小板の全躯体である巨角球っていうのがビーンって出て、そこから繊維作れーっていうサインがこう発信されて、そこが腫れ上がってくるっていうような病態らしいですね。でも血小板がそこに染み出ていくほど広がっていくっていうのが実はポイントで、そこにプロスタグランジンが実は成長因子として関わってるんじゃないかっていうような仮説が立てられています。じゃあ、どうやってそこに血小板、巨角球が進んでいくかというところを考えると、ちょっと簡単になってくるということですけれども、ここが主の病態ってむしろ覚えておいてもらったらいいと思いますけども、肺そのものが損傷する。一つは肺がんと言われてますね。肺がん。あるいは、肺可能症ですね。これも感染でもいいよってこと。あるいはね、これ脳胸とかでもいいと思うんですね。肺が損傷してますよっていうところで血管が破れて進んでいくと思ったらいいのかなと思います。静脈と動脈がバラバラになっていきますからね。で、もう一つ、シャントですね。これは、シャントは当然心臓の中でのシャント、あるいは肝硬変でもシャントが起こりますので、シャントで起きますよ。これ、あるいは感染性心内膜炎。で、これ、透析中のこのシャントの感染でその末梢側でも起きますよ。ということですね。これもシャントですよね。シャントですけど、実際シャントが起きてますからね。そこの感染が起こると、こういうところが広がっていって、血小板の広がりから繊維が広がっていくっていうところが、バチウイルの一応病態っていうところになっていきます。でね、やっぱりね、もう一回言いますけど、最大のポイントは、なんていうのかな。あと、先天性のバチウイルっていうのは別の病態としてあるんでしょうけれども、よくね、チアノーゼ性の、小児の疾患、例えば肺の動静脈シャントとか、そういったもので、起きるんですけど、それってもう、はっきり言ってね、子供の頃からあるので、ゆっくりバチウイルなんで、なんていうのかな。問題にならないというか問題なんだけれども、もう昔からあるバチウイルって、今更新しく自分が見て、これバチウイルじゃんって言っても、それってもう趣味の世界じゃないですか。そうじゃなくて、実際、新しく最近肺がんができたとか、新しく感染が起きたっていう時に、いかに取れるか、あるいは感染性心内膜炎とか、こういうのって急性のバチウイルじゃないですか。急性のバチウイルを取るっていうのが実はすごく大事かなと思うんですね。実はつい最近も僕経験した症例で、肺がんの患者さんの主訴がですね、関節が痛い。ね。肺がんの患者、最終診断が肺がんだった人が、実は手の指が腫れてきたよっていうのが、実はきっかけで受診されたんですね。爪が急に腫れてくるみたいなね。そしたら見たらバチウイルなんですね。で、急性のバチウイル、そこから考えていくと、実は肺がんが見つかるっていうことになるんですが、そうなるとね、実は、腫れてきたのいつですかっていうのがですね、実は肺がんの始まり、あるいは肺可能症の始まり、IE の始まり、こういったのをですね、推測することができるんですね。なので、この病態から病気の始まりっていうのを察知できるということになります。はい。では、次、最後にですね、エビデンスってどうなってんのっていうところなんですがね、この膜儀の身体診察学にはね、なかなかやっぱりね、エビデンスが少ない。これまとまったエビデンス、きっちりとしたエビデンスっていうのはね、これバチウイルの中では決して多くはないんですね。で、一つはですね、感染性心内膜炎で、バチウイルってどうなんでしょうみたいなの来ましたよ。感染性心内膜炎でバチウイル出んのみたいなね。これなんと、
得意度 99%。これめちゃくちゃ高い。ほぼ 100% ですね。感染性心内膜炎が疑われればですね、疑われて、この人感染性心内膜炎っぽいよねっていう時に、バチュービがあれば、もうこれは陽性誘導比が 5.1 ですので、もうほぼそうですよ。と言えるような所見ですね。ただ、残念ながら、感度が6とかなんですね。この一つの論文だけを信用するのはどうかと思いますけど、実際皆さんもそうだと思いますけど、感染性心内膜炎をたくさん見た先生の中でも、その中でバチュービを見たっていう人はなかなかいないと思うんですね。でもね、もしかしたら、見てるんだけど、拾ってない。この可能性はまだあるのかなと思いますけども、ということはね、どういうことかというと、感染性心内膜炎でバチュービを見たら、興奮するってことですよ。なかなかないバチュービ、これは来た、やっぱり、いいだみたいな感じでですね、身体施設の中には当然感染性心内膜炎から逆に考えるといろんな所見がありますので、そういう所見と組み合わせて、ここにバチュービが出てくると、やっぱりいいらしさっていうのが出てくるということですね。で、これもう一つですね、これ武器と使えるエビデンスかなと思うんですけれども、肝硬変の患者でね、肝肺症候群が起きるかということなんですが、肝臓が悪くなると、先ほどもちょっと出ましたけどね、肝の中でこれシャントが起きるんですね。そうなると、肝臓が悪いのに息苦しいみたいなね、シャントが起きちゃうんでね、換気後、せっかくやったのにそこでまた戻されてみたいなことが起きるんですが、ただね、この肝硬変っていう病気も、もういっぱい、なんていうかな、臨床をやってると、経験することができるんですが、肝硬変の患者さんが息苦しいよって見るのを、これは肝肺症候群だって言ってる先生は僕なかなか見たことないですね。だけどね、多分ね、もう予想以上にあると思うんですね。これもなかなかスルーされてって、肝肺症候群になった状態ってやっぱかなり重篤なので、死が近いっていう状態だと思うんですが、それも察知できる一つの要因として、肝肺症候群になった肝硬変を拾うのに、やはり陽性誘導比が 4.0 とこれめちゃくちゃ高いですね。なので、肝硬変の人を見たらバチュービ。IE の人を見たらバチュービ。こんな感じでですね、なんとなくバチュービを見ない。これがね、非常に僕は大事なんじゃないかなと思います。はい。まとめます。バチュービはですね、紀元前から言われているフィジカルなんですね。だからですね、ヒポクラテスの、なんていうかな、神々しいパワーをいただいてやるフィジカルだっていうのを一つ持っていただきたいのと、やっぱり先っちょ太なるよ、みたいなフィジカルですね。で、シャムロス、あるいはボールペンみたいな感じでやるっていうのと、やはり、急性のバチュービをぜひ皆さん拾っていただいて、IE が疑われればバチュービ。肝硬変の人にもバチュービ。シャントにもバチュービ。肺可能症にもバチュービ。これでですね、ぜひバチュービを拾っていただけたらなと思います。ありがとうございました。